G キューブサッサです。よろしくお願いします。今日はいろいろ野菜と春雨の炒めを作っていきます。今日は野菜炒めなんですけども、野菜炒め結構家庭で作られると思うんですけど、失敗しやすい要因として、野菜がしんなりしたりして、水分が出てべちゃっとなってしまう。今日はその食材を一つ入れるだけでもうそれが解決できますんで、今日はそれでやっていきます。まず一番最初、春雨ですね。春雨を入れると、これが野菜炒めの出た水を全部吸ってくれますね。これをまず、野菜炒め入れますんで、これを水につけます。で、ふやかしておくと、柔らかくなりますので、乾燥の状態を水につけておきます。大体乾燥のものをつけると倍になりますんで、40g つけると、これで 80g ぐらいですかね。で、適度な長さに切ったやつですね。10センチぐらいに切ったものになります。では、それでは先に合わせだれを作っていきます。合わせだれを作る理由として、野菜炒め素早く作りたいので、焦って味を入れると、味がぼやけたり、時間が経ったりしてしんなりするので、先にタレを作っておくと焦らず作れます。あと、まんべんなく味が入るので、味にしょっぱかったり薄かったりするとダマになりづらいという利点がありますので、今日は合わせだれを作っていきます。中華スープ温めたやつが 150cc ですね。そこに塩、塩はものによりけりなんですけど、粗塩だと大体2分の1ぐらい入れていいと思います。で、お砂糖ですね。これは角を取るだけのお砂糖ですね。甘くしたいんではなくて、塩味を取るというか、丸くするお砂糖になってます。あと、胡椒です。胡椒もお好みでも、自分の胡椒が効いたの好きな方いっぱい入れてください。で、今日はここに、旨味を加えて干しエビ入れていきます。もうない時は桜エビでもいいんですけど、桜エビだったら炒める時に入れて、この中華の干しエビであれば、この状態で入れます。はい、これで合わせで完成です。次は野菜炒めの野菜を切っていきます。まず、人参とキャベツと、ピーマン、椎茸、今日揃えましたけど、もうお家にあるやつで大丈夫です。もう、お家に余ってるやつも、キクラゲだったらキクラゲ、キクラゲないですかね。もう干し椎茸とか何でもいいんで、今日は一般的な野菜を使っていきます。で、今日もやしがこの太さなので、これに揃えた感じで切っていくんですけど、人参は少し硬いので、同じ大きさに切るとちょっと食感が強いので、少し細めに切っていきます。あとのはそんなに強くないので、合わせた状態で切っていきます。中国料理、炒め物、和え物いろいろありますけど、切り方を、食材を切り揃えることで、食べた時に、口の中に入れた時一体感が生まれる。盛り付けた時もそうですけど、なので同じ切り方、同じ太さに切っていきます。そうすると盛り付けた時にその一つが突出しないというか、口の中に入れた時も一体感が生まれますね。で、今日はあえて人参皮付き入れてますんで、人参最近香り薄いの多いので、洗った人参皮付きで今日は使っていきます。で、今日はちょっと細めのマッチ棒ぐらいに切って揃えていきます。椎茸軸取った状態で軽く押して、ちょっと細めにスライスします。ピーマンじゃなくてもニラでも何でも結構ですね。普通に半分に切って、種と白い綿を取ります。で、ピーマン1個ずつ切ると潰れてペタッとで切りづらいので、あえて重ねて切ると潰れづらくなるので、切りやすくなると思います。これも押してながら切ると切りやすいので。あと豚肉、今日豚バラ肉使いましたけど、何でも結構で、コマスライスでも何でも結構なので、これを細切りにして同じような切り方で切り揃えます。お肉入るんで、干しエビなくても美味しいんですけど、入るとより美味しくなりますんで、
今日はエビと肉のダブルな旨味を入れていきます。はい、これで炒めていきます。それでは野菜炒め作っていきます。その前に野菜炒めに入れる春雨を茹でてふやかしておきます。火を通して柔らかくしたものを入れるので、先にこれにお湯に入れて2分ほど茹でておきます。これを入れると入れないやっぱりこう仕上がりの難しさが全然変わってきますんで、ぜひ春雨入れてください。ビーフのいろいろあるんですけど、春雨がやっぱり一番こう状態が変わりづらいというか、ビーフだと柔らかくなりすぎるとこうちぎれてきたりしますんで、春雨が一番簡単にできると思います。で、この時に少しごま油とか入れると春雨がくっつきづらくなりますので、茹でた後にまぶしてもいいんですが、ここに入れておくとまんべんなくこう春雨に油が絡みますし、こう沸点が上がりますので、はい、しっかり火が通ると思います。で、こんな感じでふやけた状態ですね。これから野菜炒め作っていきます。まずフライパンを軽く温めます。で、温めたら油をそうですね、大さじ1ぐらいなじませて炒めていきます。まず豚肉からですね。豚肉細切りになってますんで、これをほぐすような感じで炒めていきます。あんまりするとこうお肉がすぐ固まってしまうので、こう火から離しながらしてこうほぐすとほぐれやすいと思います。もう中華だから絶対強火とかないんで、強火弱火を駆使しながら作っていきます。で、お肉がほぐれて火が通ってきたら、ここに人参と椎茸を入れます。人参は食感が強いのと、椎茸は生では食べれないので、これを先に火を通します。人参と椎茸がしんなりしていきます。で、しんなりしてきたら先ほどのこの合わせだれ入れます。で、沸いてきたら先ほどの春雨を入れます。ごま油ついてるんで、こうくっつかないのでこうほぐれやすいですね。で、合わせだれのね、こうまんべんなく味が入りますし、このスープを春雨が吸って旨味と味をこう吸っていきますので、これと野菜を一緒に食べるとこうしっかりと味がついてます。で、炒めていくと炒めだれが半分ぐらいになってきます。で、半分ぐらいになってきたらキャベツともやしを入れますね、ここに。で、こう箸で混ぜながらキャベツともやしを炒めていきます。そうするともうスープがだんだん減っていきますので、春雨が吸いつつこう水分が飛んでいきますので、で、まだキャベツともやしはシャキシャキしてます。もうほぼほぼスープないですね。野菜から水が出るどころか、どんどん春雨がこの野菜の水分を吸ってますので、水分がなくなってきます、逆に。もうお箸で混ぜるだけでいいです。もう全然焦るところないですね、全然。あとは水分がなくなっていくのを見てるだけです、こう。で、なくなってきたら、ここにピーマン入れます。ピーマンは色合いとこの風味生かしたいので、あまり火通すとしんなりしちゃうので、これで水分がなくなってきたら、仕上げにごま油入れます。香りと艶出しですね。あとはもうこう、軽くごま油を全体になじませて完成ですね。はい、それで野菜炒め完成しましたので盛り付けていきます。もう全然もう水もなくて、全然水分一滴もないですね。これ盛り付けていきます。これやっぱり小高くやった方が美味しいんで、こう、高さが出るように持っていきます。で、切るときに材料を切り揃えたので、こう持ってもこう、綺麗にまとまって盛り付けれますんで、下に春雨持って上の方に野菜を盛ると、綺麗に彩り出ますんで。これでいろいろ野菜炒め完成です。